今から上海に行きます。はい。ドバイに行きます。ドバイじゃない、上海です。ドバイです。ドバイじゃない。ドバイです。はい。とある仕事で今から上海行くんですけれども。行きたいのはドバイです。だそうです。ゆっきさん、ちょっと簡単に今回のなんで上海に、しかもプライベートジェットで行くのか教えてください。秘密です。秘密なんですけど。言っちゃいけないんです。はい。今、言っちゃいけないんですけど、これからプライベートジェットで、はい、上海に向かうことになります。今回紹介するのは上海を代表する夜景スポットとしても人気の高いバンドエリアに所在する高級5つ星ホテルベラージオ上海と上海の有名和食店や小籠包などの各種レストランで味わったおすすめグルメ。とある仕事のため大事なお客様をお連れする形で向かうこととなった上海で仕事の合間を縫いながら撮影した今回の動画。その始まりはプライベートジェットに乗り込むという特別な体験からスタートする。今プライベートジェットの上に乗ってるんですけれども、今回ちょっとお客さんと一緒に乗ってるということで、あまり自由にね動き回って撮ったり撮れる範囲もちょっと決まってるんで、ちょっとここでプライベートのジェットの中の少し紹介させてもらいたいなと思います。今見てもらった通り、椅子が前方に4席あります。こうお互いに向かい合うような形である席が2席2席という形で4席で、この後ろの、大体飛行機の真ん中ぐらいになる席も4席同じような形であって、そのサイドには横向きの椅子、大体ここ3名から2名座れるっていうところの椅子が置いてあります。そしてさらに飛行機の後方にはソファー席があります。ここも2、3人ずつ乗れるような感じなんですけども、ここはちょっと特別で倒してベッドにするようなこともできるみたいなので、ここで横になって、寝ることもできるみたいです。あとちょっとね、いろいろとずっとルームサービスでこうやってフルーツとかスイーツとかケーキとかね、サンドイッチとかいろいろ出てきてます。すごい至れり尽くせりという感じですね。ちょっとね、プライベートジェット今回乗ってみて、ちょっとすごく驚いたのが、さっき富士山の真上を通ったんですよ。で、多分これ一般の飛行機の航路と違うと思うんですよ。だから僕何度も上海には羽田、成田から行ってるんですけど、初めてこんな真上から富士山を見下ろすっていう景色を見ました。これはすごいなと思いました。あと離陸の際に飛行機って本当はこっち側見てるんですね。だけど僕こう飛行機の頭こっちなんですけど、頭のから見てこう座ってるじゃないですか。こっからね離陸していく景色は結構ね怖かったです。なんかジェットコースターみたいなそういう雰囲気でした。口の中食べ物ばっかりやから食べれません。何を喋ってほしいんですか？いちごの味甘いです。はい、こちらトイレです。すごいね。はい、もちろんタオルがあって鏡まであります。そして見てください。こんなトイレです。ね、閉まるようになってます。今回利用したプライベートジェットは最大18人程度が乗機可能。ソファー席以外の座席は一般的な飛行機のビジネスクラス程度の大きさで、足元の空間もゆったりめで十分な広さを確保しているので乗っていて快適だった。そうして羽田空港から飛行機に乗ること約3時間、僕たちは目的地の上海本châu空港に到着することになる。プライベートジェット乗客の羽田空港や上海の空港での乗降口やイミグレーションは一般利用客の使用する場所とは異なる施設内の特別な場所に設置されているため、利用客以外の待ち時間はなく、スムーズに出入国が可能であった。それではここからは今回宿泊するベラージオ上海の部屋の様子をご紹介しよう。じゃんじゃんじゃん。はい、部屋ここが汚いですけど。今回僕たちが泊まってる部屋でね。電気つけよう。でないと暗いと思う。はい。夜なんで、頭つけてくる。すごい眩しい。はい。ここがね化粧台。はい。化粧台あります。ユッキーさんの。すいません。化粧汚いんで。品はい。部屋の中汚いよやっぱり。部屋の中はねちょっとね汚いんですよ今。これ大体どのぐらいだろうね大きさね。はい。ダブルベッドで。こんな感じですね。ただこの部屋いいのはちょっと外出てみましょうか。ベランダ。じゃあ開けます。この辺僕の荷物で今この辺はねちょっとハウスキーピングが片付けてくれてないんですけど、はい、今ちょっとねこのホテル素敵なのはベランダあるんですよね。ベランダがね本当に素敵なんですよ。ちょっと今
遅い。遅いね、遅いからちょっとこっち紹介しよう。まあ、テレビはね、まあ、こんな感じで、これが冷蔵庫なんですけど、はい、こんな感じで、はい、でもエビアンとかはこれ全部買ってきたやつで、上はこのコーラとかはもともとホテルで備え付けられてるものですね。まあ、あとはこういう一般的なね、ホテルでよく見るベランダ開きましたよ。あ、ベランダが開いたそうです。でもベランダはね、昼間撮った方が綺麗に映るかもよ。まあ、ただこれほら夜は夜景でね、こういう感じでベランダがねかなり広くて、椅子とまあテーブルが置いてあって、この夜景がね、今はもうちょっとこう時間が10時過ぎてるんでイルミネーションちょっと消えちゃってるんですけど、このね上海をこう象徴するような夜景、バンドの近くの夜景が綺麗に見れるっていう、このベランダがついてるところはね本当に素敵なところですね。このベランダ多分30平米以上ある。そうだね、ベランダだけで30平米以上あるんで、すごい快適っていうか、すごい気持ちのいい空間です。で上海なんか昔よりね空気良くなってね、だから外いても全然、気持ちいいよね。じゃあ今からシャワールーム、洗面所ちょっと紹介したいなと思います。あ、一応ここのはいドライヤーはダイソンのです。はい、これはドライヤーがダイソン、これは自前。こっちは自前、ユッキー自前、ダイソンで、ね、結構大きめの、はい、クローゼットですね。まあいろいろ入っちゃってるんでまあちょっと入っちゃってるんでね。一応これは多分バスタブもあります。でアメニティがね、まあ一般的なヒゲ剃りだとか、はい、そういったものですね。でこちらは、そうね、はい、TOTOのみんな多分トイレです。おなじみのトイレでこっちはシャワールーム、まあ一般的な、はい、でバスタブ、バスタブもあります。でこれは金庫とか入ってて、金庫があります。こんなんかな。これ大体何平米くらいかな、この部屋で。この部屋で50平米以上、100平米以下。そうだね、60。絶対この今日中に。まあベランダね足したらまあだいぶもっとあるんだろうけど、部屋のこの中だけだったらでもお風呂場とか60ぐらはいかな。かなり広いから。そうだね、6、70ぐらいあるんじゃない。どうなんだろうね、わかんない。さあここからは上海の様々なグルメを紹介。まず最初に紹介するのは B 級グルメ好きの僕が普段はほとんどローカルフードを食べないユッキーさんを無理やり連れ出して食べに行ったグルメアプリで上海ナンバーワンの評価を得ていたこちらのお店。はい、今ここですね、このラーメン通りと、言われてるらしいんですけど、はい、そんな場所に来ました。ここに並んでるのほとんど各種中国の地方の特色あるラーメンが食べれるんですけど、この中からちょっと美味しそうな店を選んで今から刀削麺食べに行きたいと思います。こういうラーメン屋が並んでるみたいな道も昔はあったけど、今はこの道ぐらいじゃないかな。本当に少なくなっちゃった。そういうローカルの店が並んでるみたいな。いいね、ここラーメン屋がいっぱい並んでる通り、なかなかちょっと珍しいと思います、上海では。結局この中のこのホンシャオニオローミエンっていう21年間やってるちょっと老舗のここ麺屋さんなんですけど、はい、ここにすることにしました。真ん中の中に、中華の華のロでチョンホアルーっていうんですけどの930号にある店です。有辣椒的这个够辣吗？OK。香的。ねこっちちょっと見て、何が食べるの？我要吃刀削面。ローカルではこれ自分でこうやって冷蔵庫から飲み物を選ぶスタイルです。
はい、せっかくなので昼からビールいただきたいと思います。で、これが冷菜ですね、サイドメニューで、こっちは好みで麺の上にかけて食べるようなものになります。麺をおいしくして。こっちが僕が頼んだパンチンパンロールカオシャオミいや、ール辛いの自分で入れるんで。で、自分でこういう辛いの今から入れます。からしで。これ美味しい。まず何もからし入れないバージョンで食べてみます。食べて。あ、ここマジで結構美味しい。これ食べてみ。この麺美味しい。これ食べてみ。麺美味しい。こっちいただきます。どっち美味しい？俺こっちの方が好きだ。あ、そう。じゃあどうぞ。はい。ちょっとこれで唐辛子入れてみます。死ぬほど入れるでしょ。ちょっとどのぐらいの辛さか最初確かめてから。どうこのからしは？辛くない。これじゃあ辛いっていうより風味があるようなそういう辛さですね。見てこの人。もう何歳しかわからないくらい入れてます。辛いのが好きなんですよ。見てこれ。あんま入れすぎるとただね、味が変わっちゃうからね。いただきます。ちょっと辛くはなった。これあんま辛さはそんなにない、この唐辛子自体。このわかめ美味しいです。これどう見ても昆布でしょ。昆布でした。ユッキーさんに突っ込まれました。ちょっと今半分ぐらいまで食べたんですけど、まだ辛さ足りないんでこれ入れます。これとほら見てください。あんま買わないんですよね。麺をそっちの中に入れて食べたらどうですか？ビールも美味しいです。ちょっとじゃあでも本当そんな辛くないんですよこれ。この辛子辛いっすよ。はい、ユッキーさんのこれオリジナルで足してます。で僕もちょっとこれ自分のに足します。こういうのシェシェ。はい、僕は食べ終わりました。ビールいただいてます。ユッキーさんもあとちょっとだ。スープある麺を最後まで食べるの珍しいんじゃない？美味しいでも、大体私ラーメンが食べ終わったことないんで。そうだよね。食べ終わりそうだもんね。最後の一口。完食です。ほぼ終わったよ。グルメサイトで上海ナンバーワンの評価を獲得しているだけあって、こちらのお店の刀削麺はスープも味わい深く、麺も噛み応えがあるとても美味しい刀削麺だった。上海で刀削麺を食べたいと考える方には間違いなくおすすめできるレストランだろう。では続いて紹介するのは、上海でも人気の高い火鍋屋の中でも近年最も勢いのある火鍋屋の一つと言っても過言ではない中關裕火锅館。自分で好みに調味料を、ここでね調合することできます。どう？肉まん。肉まん美味しい？こちら鶏の足です。日本ではねなかなかあんまりこういう食べ方しないですけど、結構美味しいんですよこれ。中国では結構ポピュラーです。これ雪花っていう雪の花って書いてそういうブランドのお酒なんですけど、ただこのもうちょっと普通のは緑の瓶なんですよ。これ多分ちょっとだけ高いやつで、このバージョンのは僕も初めて飲むんですけど、いただいてみます。結構日本のビールに近くて美味しいですね。中国のビールってもうちょっと味が薄いのが多いんですけど、中国のチンタオとかよりに比べると苦味がちょっとあって日本のビールに近くなります。普通のスイカ？いや、かき氷です。あほら。本当だ。何？冷たい。辛いもの食べるときこれ最高かも。あー、なるほどね。
好きでしょ。うん辛い時これ必要じゃない？辛いのと合わせるとこれ結構美味しいかもね。かき氷、こちら僕が作った調味料です。辛いの好きなんでこんな風になりました。これにさらに特辛のものを合わせて食べます。これ僕のです。お肉これでいただいてみます。こんな感じでいただきます。辛くないですか？辛さはそこまでじゃないんですけど、でも鍋はここすごい美味しいと思います。あ、カイラ、シシェ。ちょっと辛さを足してもらいました。こっちも追加してきました。これセンティアオって言うんですけど、これですね。めちゃくちゃうまいです。これユッキーさん、この景色を見て何か思い出せませんか？雲仙地獄。当たりですさあ、続いて紹介するのは上海の有名観光スポットの一つとしても有名な豫園。上海豫園に来てます。久しぶりです。僕もちょっとだけね、やっぱりここはなんか上海の歴史を感じる場所ですよね。ユッキーさんめっちゃ久しぶりじゃない？めっちゃ久しぶり。6年くらい来てない。はい、こういうね、ちょっとシャオチューって言っていろいろ食べ歩きができるようなもの売ってるコーナーですね。土日はもうすごい人なんですけど、今日もね、まあまあ人いますね。でも混んでる時はもっと混んでます。ここ豫園は真ん中にこういうね、池があるコーナーがあるんですよね。ここは結構写真スポットとして、フォトスポットとして結構人気のある場所です。ここは豫園敷地内にある南山万灯店。2023ミシュランガイドにも紹介されている行列の絶えない小籠包の名店だ。その歴史は古く、創業は1900年。100年以上もの間、時代を超えながら競争激しい上海で勝ち残り続けている老舗だ。日本でも六本木ヒルズや西武渋谷などに出店しているほか、インドネシアやシンガポール、香港などへも進出している。イギリスのエリザベス女王やクリントン元アメリカ大統領など世界の国賓も訪問したことがある上海を代表する小籠包レストランの一つと言えるだろう。これは通販顔っていう上海の昔の朝ごはんでよくみんな食べてたものみたいで、今あんまり食べないのかなこれ。うん、なかなか売ってない。そうだよね。俺これちょっと上海僕も長いんですけど、これ食べるの多分初めてなんで食べてみます。どんな味か知らないです本当に。焼きおにぎりみたいな感じですでも美味しい。外がこうこんがり焼いてあって、中もちょこっともちっとしてるんですけど、日本で食べる焼きおにぎりよりはもうちょっとしっかりこうなんていうか硬さがある感じです。味はまあ焼きおにぎり。焼きおにぎり、ちょっと塩加減が胡椒をちょっと振ってある焼きおにぎりって感じ。美味しいです。パン短パン。パン短パン。でここにそのをこうやって刺して、もう皮は食べない、中のスープだけ飲む。おー、美味しい？熱すぎて味わかんない。这个是黑松露的，先给你那个蟹黄的先吃，冷的先。哦，好嘞。これで上起来。お酢をちょっとつけて、で食べる。どう？うまいと思う。おー。黒トリュフはどうですか？黒トリュフも美味しいです。ただ、で台風のはもうちょっと贅沢にトリュフいっぱい使ってる。でも味は私本当にここの方が好き。おー。日本人にも馴染みの深い小籠包の名店ディンタイフォンよりも好みの味だとユッキーさんが話す通り、南山万灯店は2018年にリニューアルをして以降はディンタイフォンとほぼ同列に価格設定を引き上げ、それに伴い美味しさが以前よりもパワーアップしたと話す人も少なくない。ではここからは簡単に上海のおすすめグルメをざっくりとご紹介。まずはヤムチャレストランのおすすめとして2017年から2024年の8年間連続でミシュラン2つ星を獲得している
玉宝轩。一品一品が繊細で味わい深く、それでいてしつこさやくどさを感じさせない上品な美味しさ。油を使って調理した料理でも油特有の重たさを感じにくいのは特徴的だろう。個人的におすすめなのは辛さと酸っぱさのブレンドが見事にマッチングしていくらでも飲み続けたくなるうまさのサンラータン。続いてご紹介するのは高級湖南料理が味わえるライフシュ56階のレストランシャンワン。今回僕たちが利用したのは57階の個室。部屋の中にはお茶を立てる専用スペースや調理場まであり、一部の料理やお茶は個室内で調理し提供してくれる。一般的に辛い味付けが特徴的な湖南料理ではあるが、シャンワンでは辛くない料理も豊富に揃えてあるため、様々なメニューの中から食べたい料理を選んで食べることができる。何を食べても美味しく感じたメニューの中で個人的におすすめなのは湖南名物の長沙臭豆腐。シャンワンの臭豆腐は一般的な臭豆腐のような強烈な匂いは一切なく、それでいて食べてみるとしっかり臭豆腐の旨味だけが残った絶品だ。また普段はピータンが嫌いな僕でも美味しくておかわりまでしたシャンワンのピータンは、これまで一度も味わったことのない癖や臭みがまるでない新感覚のピータンだったので、このピータンは食べてみる価値があると感じた。続いては美食家のユッキーさんが上海で通いたくなる和食レストランは2軒だけと言い切る中、そのうちの1軒として御用達の上海ブルガリホテル2階に店を構える割烹料理堀田小羽。料理長の堀田さんはその腕を高く評価され、在韓国日本大使館や上海の総領事館で公邸料理人を任された経歴を持つ。繊細で美しい盛り付けやお皿や装飾など細部にまでこだわった料理は味のうまさだけではなく芸術性にもあふれ、感性を刺激される。熊本県出身の堀田さんは現在海外で熊本県の普及活動を行う大使としての役割を熊本県から公式に請け負っていて、上海で日本料理を通じて日本文化を発信する活動も行っている。そして最後にご紹介するのは僕たちが宿泊しているベラージオ上海1階に店舗を構える日本一予約を取るのが難しいとの呼び声高い東京大門にある割烹料理黒木の上海店。ユッキーさんは黒木上海のヘビーユーザーで、料理長の吉水さんとも大変仲が良いのだが、今回僕たちがとても大事な方々を日本からアテンドすることに対し一肌脱いで、普段は営業を行っていない朝食営業を僕たちのためだけに3日間行うご協力をしてくれた。2018年の開業以来、黒木上海が朝食営業を行うのは今回が初めて。黒木の感動的な美味しさや魅力はブルガリホテル東京宿泊の動画で詳しく紹介しているので、気になる方はぜひそちらの動画もチェックしていただけるとありがたい。黒木の朝ごはんなんてゆきちゃんとも食べたことないよ。娘さんどうですかね、初めての黒木の朝ごはん、上海黒木。美味しいでしょ。よし頑張ったよ本当に。営業していない黒木さんに朝ごはんを作っていただいて、よしが普段手抜きする時もあるんですけど、今回は本当に感動です。ちゃんと頑張ってくれました。普段マッキーとかっていう時もあるけど、今回は本当に頑張ってくれましたよ。このコメントは使っていいやつ。よしだから大丈夫じゃないですか。それでは今回の上海の総括に入りたい。うわ、雨上がりの上海。ねえ、ちょっと天気曇ってるね。どうですか、久しぶりの上海。久しぶりの上海。疲れたね。疲れた。まあ仕事だからね、今回ね。まあね。だからちょっといつもの僕らのね、ノートリップノーライフでやってる旅行っぽい感じとはね、ちょっと違う。合間にね、仕事の合間に今回はビデオ撮ってるって感じだけど。ここは上海バンドのエリアの近くなんで、こういう景色なんだけど、はい、ご覧の通り古い建物なんかもね、まだこの辺りだと残ってたりするね、景色が。でもこういう景色もだいぶなくなってきちゃったよね。そうね、どんどん新しくなっちゃって、こういう昔の建物もどんどん少なくなっちゃって、そう、こういう建物実はもうすごい昔、人うんちに100年近く前からあるのかもしれないね。どんどん今新しくなってて、手前のあそこのこのビルもずっとなんか改装みたいなことやってるもんね。これも多分ね、うん十年が経ってる建物だと思うよ。ボロボロだもん。ちなみに今は日本がほぼメインの居住になってるけど、今回ちょっと数ヶ月ぶりに帰ってきてどうですか？
どうですかね。あんま変わってない。あんま変わってない。まあ数ヶ月前とはね。上海と日本はどっちが便利？まあいろいろあるんですね。私は上海にいるとほらいろんなこと全部やってくれる人がいるから便利かなっていう感じるけど、サービス面とかもね、今上海の方がデリバリー一つでもすぐ来るしさ、全部決済とかも、まあ日本でももちろんウーバーとかあるけど、でもやっぱり頼んでみると全然違うよね。こっちの方が早いしさ、融通きく部分が細かいところでいっぱいあるよね。サービスも上海って良くなくない？めちゃくちゃいいね。今まあね、俺日本人だけど中国、まあ上海かな、中国って言い方したらあれかもしれないけど、上海の方がちょっと日本よりもサービス進み始めてきてんじゃないかなっていう感じするね。日本は、私ね最近日本にいると、まあもちろんね、私がほら、よく行くところとかそういうおかみさんとかすごい気遣ってくれたりとかするんですが、まあそういうおもてなし、まだ中国はできないんですけど、でも一般的なところあるいは知らないところへ行くと、日本っていうのはマニュアル化のサービスしかできていない。そうだね。しかもマニュアルも完全にできてないところがいっぱいあって、でも中国は、なんていうの、心をこもった、一生懸命あなたのためっていうそういうのはあるから、なんかサービスって言ったら完璧かどうかっていうのは、まあもしかしたら100点ではないかもしれないけど、でもあなたを思いっていう気持ち120点以上あるから、気持ちいいでしょ。そうだね。しかも臨機応変な行動を結構やってくれるもんね。マニュアルじゃないね。そうそうそう。それは本当中国のいいとこでね。みんな頑張ってやるっていう感じじゃそうだね。ないですか。そうだね。例えばね、フーさんとかもいろんなのしてくれたりとか、自そうね分の関係ないところまで全部安排してくれたりとかして、今回もね、仕事はみんな関係ない業界の人なのに力を合わせて一生懸命やってくれてね、すごいアテンドできたもんね、おかげでね。そうそうそう。しかもなんか常連さんの私を応援するため、もう本当にこれ一肌二肌10肌くらい抜いてくれますもんね。今回のメインのお客さんが「このホテルはユッキーさんのホテルですか?」って言ってたぐらいだもんね。あんまりにやりすぎてくれちゃうからね。黒木もね、やってもいない営業時間の朝にね、朝ごはん作ってくれたりね。そうそう。それにして朝4時起きですよみんな。そうだよね。前日だってあれね、片付けだなんだ入れたら結構寝てないよね、この何日かね。いや寝てないんですよ。だからこの何日私もうちょっと寝かせようと思って。どうですか、お久しぶりの上海は。そうね、僕コロナの後去年実は8月に1回来てるんですけど、今回がコロナ後は2回目の上海で、まあ僕も上海に10年ぐらい前に6年間住んでたんですよ。だからなんだろうな、懐かしいここ僕の第二のふるさとみたいな街なんですけど、まあやっぱり新しくなったよね。あとは本当になんだろうな、もうそのユッキーさん言ってたサービスの部分とか細かいところの変化がとにかくすごい。現金使えないんですよ今。僕現金しか持ってないから電子決済できなくて、それでタクシー呼ぶんでもアプリ使うんでもちょっと今紐付けがまだできてないんで、お金のそれでちょっと結構そこは不便だなと思うけど、ただ何でもかんでももう決済とそのなんだろうアプリとか、物買う一つでも全部がこう結びついてるから、もう待たないですぐ買えちゃうし、これはすごいなと思った。生産性とかね、生産率で言ったら時間がここで稼げるってすごいじゃないですか。だからちょっとこれはね、日本はある意味ここにはやっぱりちょっと追いついてほしいなっていうのはあります。もちろんいろんなね弊害とかそれによってね、またいろんな問題もあるんだろうけど、だけどね、やっぱりね、体験してみるとこの社会はすごく便利だと思います。今回上海に来て一番良かったことは？今回上海来て仕事だったので、仕事のことは今回ちょっと全然動画ではノータッチなんですけど、まずそれがねうまくいったのが一番かなと思うのと、あとはやっぱりこの空気に触れたこと、これが何より大事だな。半年ぐらい前に上海に前回来た時は少し上海が不動産の問題とかいろんなことあった直後の時期だったから、結構元気ないなって感じしたんですよ。上海デパートとか行っても人減ってたし、空きテナントとかもだいぶ増えてて、これ上海大丈夫かなと思ったけど、なんか活気がすごく戻ってきてます。でやっぱりこの活気があると上海だなと思うし、それを見たり、感じたりしてると、日本もちょっとやっぱり元気ないって報道が日本では結構多いけど、生で触れるとやっぱり中国の方が全然元気あるなっていう感じは正直します。ネガティブなニュースね、報道ではそうかもしれないけど、リアルなこの体感としては、日本より正直元気。
だから僕自身も元気になったし、この元気をちょっとまた日本でもねなんか役立てたいなっていう風な気持ちにさせられたのが今回の一番いいとこだったかなと思います。ということでね、今回はねちょっといつもの形式とは違う体験だったんですけど、今回上海編ということで送らせてもらいました。次回はねおそらくまた違う国に行って動画撮る予定なので、そこも楽しみにしててください。それじゃあまたね、バイバーイ。